どうもこんにちは。革靴の健です。この YouTube チャンネル革靴の健クレイジーアバウトシューズ靴がやめられない人々へというチャンネルを始めてから革靴の健と徐々に呼ばれることが増えてきてとても嬉しく思っています。さてこのチャンネルを始めた時から大きな変化がいろいろありましたので今回改めて自己紹介をしていきたいと思います。僕の名前は菱沼健と言います。靴職人を生業としています。2021年にこのキッシュ・ザ・ワークというブランドを立ち上げて主にハンドメイドシューズの制作を行っています。ブランド立ち上げから2年間は横浜の方でやっていたんですが2023年の3月から移転をしましてここ山梨県北部ですね八ヶ岳南麓の森の中でこの工房を仲間たちと自作しまして主に注文靴とパターンオーダーの制作を行っています。キッシュ・ザ・ワークのブランド名の由来なんですがキッシュというのは僕の名前健菱沼の頭文字を取って KHISH でキッシュと、そしてザワークなんですが作品だったり仕事だったりという意味があります。靴はもちろん靴以外もこの工房も含め一つ一つこだわりを持って作品作りをしていきたいという意味を込めてキッシュザワークというブランド名を名付けました。僕は大学は建築学科に進みました。在学中大学の友人が靴屋でバイトを始めたことをきっかけに、靴の製法だとか、革がどうとかいろいろうんちくを教えてくれるわけですね。そんなことをいろいろ聞いているうちに自分でも調べるようになりました。靴がもちろん欲しくなりますよね、革靴が。そして革靴を買ってみるとその履き心地の良さとか見た目のかっこよさ、そして自分がそれを身につけた時の高揚感、自分がおしゃれになった感覚とか今まであまり感じたことなかった感覚にはまっていろんな革靴履きたいな欲しいなという思いから革靴をいろいろ買うようになりました。といっても学生時代、もちろんお金ないので新品の革靴やっぱり結構値段がしますので、買えるわけもなく中古品の靴をいろいろリサイクルショップ行ったりオークション見たりして安いのを見つけて買って履いて楽しんでました。そうこうしているうちに靴好きはとどまること知らずどんどんエスカレートしていき大学の4年から大学院まで3年間靴修理のアルバイトを始めました。その時かなりの靴好きになってた僕はこのバイトはもう天国みたいなものでこの靴修理のアルバイトによって中古で買った靴修理が必要な靴を自分で直すことができるようになったんですね。これによって靴のコレクションは加速し買って履いてみてサイズが合わなかったりデザインが自分の好みじゃなかったりっていうものはまた売ってっていうのを繰り返して給料ほぼほぼつぎ込んで靴をひたすら買ってました。そんなこんなでこれまでに買った靴は300足を超えると思います。その自分の靴の収集以外でも靴修理の仕事でも何十足何百足と触れていましたし、例えばトースチールの装着ヒール交換オールソール交換など一通り自分でやってましたので、そういったことで靴の構造だとか経年変化劣化について自然と知識が身についていったのかなと思います。ただそうしていろんなブランドいろんな作りの靴を見たり買ったり履いたりしているうちに自分がこういう靴が好きなのかなっていうのはなんとなく分かってきたんですが、どうしてもフィッティングっていうところには正解を見出せずにいました。革靴にはタイトフィットというものがあるんですよ。タイトフィットというのは靴を少しきつめに履いて履き込むことで革を足になじませていき履き心地が良くなっていったり靴と足がしっかり密着していることによってこの靴を履いているという着用感を楽しめるという、タイトフィットというものがあるんですよ。靴の履き方としてはゆるゆるで履くよりも少しきつい方が正しいとはされています。ただこれ限度というかタイトにさせ方というのがありまして僕はそのフィッティングに関してよく分からずいろんな靴を買っては履いてっていうのを繰り返してたのでこのタイトフィットっていうのをやりすぎてしまったんですよね。それである時東京駅の構内を歩いていたらかかとに激痛が走りなんだこれはとなってちょっとまともに歩けなくなったんですよね。それまでも痛みは感じてたんですがその時にいきなり強い衝撃があってそこから革靴を履けずに何週間か過ごすという時期がありました。これはかかとのアキレス腱の付け根にある液胞っていうのが少し炎症を起こすっていうハグルント変形っていう言われる症状の一歩手前だったと思うんですが、結局それは大事には至らず数週間経って回復しました。ただこの経験が
自分のやっていたフィッティングが間違っていたんだと認識を変えることになり、靴を自分で作り始めることの大きな理由の一つになりました。もう一つ靴を作ることになった大きな理由の一つとしましては、やはり作るのがとにかく好きだということですね。小さい頃からとにかくいろんなものを作ってきました。なんというか、この自分の中から何か作りたいみたいな欲がすごく溢れ出る時があって、で何でもいいんですけど、何かを作ると、それは例えば粘土だったり折り紙だったり家具だったり、いろいろなんですけど、それを作って満足したみたいなこと結構あったんですね。なので学生時代に靴を集め始めた時から、将来靴を作るだろうなというのは実は結構想像はしていました。もちろんそれを仕事にする気は全然なかったんですけどね。そして大学院卒業後、建築専攻でしたので建築の設計会社に就職しました。そして仕事がそれなりに落ち着いてきた頃、趣味として靴作りをやりたいなということで、浅草の石原靴工房という小さな靴教室なんですが、週末に靴作りをしに通い始めました。なんですが、この靴をね作り始めてみると、靴がめちゃくちゃ好きっていうことと作るのがめちゃくちゃ好きっていうのが融合して、信じられないぐらい楽しかったですよね。なので半分勢いもあったとは思うんですが、靴教室に通い始めた数ヶ月後には会社を辞めてひたすら靴作りに集中することになりました。そこから約2年、教室と自宅でひたすら靴作りをして、その間また靴修理のバイトも別の店だったんですが再開し、ひたすら靴漬けの毎日を送ってました。そしてその自宅での靴作りの様子を YouTube に投稿し、皆さんに見ていただいてコメントをいただいて支えられながら、ブランドキッシュ・ザ・ワークの立ち上げに至ったわけです。今ではキッシュは仲間も増え、より多くのいい靴を作れるようになってきたと思います。靴職人の吉健は神戸の成形靴の専門学校を出て、今では毎日靴作りに取り組んでくれています。本当に真面目で靴作りが好きで、すごく真剣なので、日々しっかり技術を身につけていってくれています。そしてサポート役の二階堂なんですが、二階堂は僕の中学からの友人でもう10年以上になるんですが、会社を設立して存続させるための膨大な事務作業だったり、新たなアイデアの相談だったり、いろんな人の力持ち的存在ですごく支えてくれています。もちろん忘れちゃいけないのはこんちゃんですね。工房の愛犬こんちゃん、癒しの存在とともに僕たちと一緒に散歩することで、かろうじて健康状態を維持してくれていると思います。革靴というのは欧米から入ってきたものですが、実は靴作りというのは日本人にねすごく相性がいいと思うんですよね。地道に研究を重ねて、より良いものをオーバースペックになってしまうほど作り込んでしまうような緻密な手仕事を突き詰めて行うような、そういった性質があるんじゃないかと思います。そういった性質は一長一短ではあるんですが、ぐっと入り込んで向き合うような人が多いような気がします。僕もその一人かもしれません。なんですが、不思議なのはというか面白いのは、欧州の靴ってもともと欧州発祥なのももちろんなんですが、これ多少雑だったりとか、爪が甘かったりようなする靴もすごくかっこいいねオーラが漂ってるんですよね。全体的なバランスだったり、質感だったり、なかなか言葉では言い表すのが難しい感覚的な部分で、そういったねオーラを放ってるんですよ。なので欧州の歴史ある老舗靴工房の靴っていうのは僕にとっては憧れですね。ただキッシュではそれに負けないオーラを靴にまとわせつつ、どこか日本的なニュアンスを少しずつ取り入れたような作品を作っていきたいという思いがあります。数多くの世界的な靴職人が日本にはいて、最近では最も手製靴のレベルが高い国なんて言われるように、手製靴っていうのはもう日本の立派な文化の一つなんじゃないかと思います。そのために日本の革だったり伝統技術だったりを取り入れながら、これが日本の靴だぞと世界に誇れるようなものづくりをしていきたいなと考えながらいつも作業しています。最後に、なぜ僕が靴を好きか、これなかなか一言で表すの難しいんですが、というのも好きなものは好きとしか言いようがないというところがあるからですね。革靴作りやってて今まで一度も飽きたことないですし、よくできた靴を見てると自然と湧き出る高揚感みたいなのがね、もう未だにずっとあります。ただ一つ思うことがあって、一度は仕事にもした建築に通じるところがあるなと思うことがあります。建築っていうのは芸術的要素を持ちながらも工学的な一面もあるんですね。
美しい建築物であるっていうことは大事なんですが、それが実際に立つか立たないか、その建物を使えるのか使えないかっていう物理的な意味合いというか側面っていうのはすごく大事です。靴も同じように、美術品だったり工芸品みたいな一面を持っていると思います。ただそれと同時に歩くためにある実用物でもあります。その人を着飾りながらも履き心地よく歩けるようにするものです。建築も靴も芸術と工学が結びついたものというか融合したものであって、そこにはその2つを両立させる難しさと、逆にその両立させようとした結果にこそ生まれる美しさみたいなのがあると思うんですよね。足に沿って合わせた木型の曲線美だったり、歩くため修理するために作られた数々の機能美みたいなところが靴にはあると思います。ただそういった美しさ、人が履いた履き心地の良さっていうのには正解はなく、やればやるほどもっと良くしたい、上手くなりたいっていう気持ちがどんどん生まれてきて、やっぱりね、それが靴を飽きない、ずっと好きでいる理由の一つかなと思います。ということでかなり長くなってしまったんですが、改めて自己紹介してみました。このチャンネルでは主に靴作りの様子をこだわりとともに解説する動画をアップしています。その他にも革靴のケアだったり、うんちくだったり、紹介だったり、様々な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。またどうしても靴作りの制作となると、生地ワークとしての靴の発信っていうのは多くなってしまうんですが、たとえどんなブランドのものだとしても、多くの方に革靴を履いてもらいたい、革靴好きの仲間を増やしていきたいという思いは今もずっと持ち続けています。ですから僕の動画や発信で少しでも革靴に興味を持っていただけたらとても嬉しく思います。また今まで森人から革靴の件ずっとチャンネル見てきていただいている方々、引き続きよろしくお願いしますということとともに、皆さんもぜひどんどん周りに革靴いいよっていうのとか、こういうチャンネル面白いから見てみてみたいなのもおすすめして、どんどん革靴好きの輪をね広げていくお仕事をよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。